モデルさんのバランスがいいよと、だいたい本の後ろに体型に合った型紙が完成しますので、こんにちは、副工房の村です。今回は身長に合った丈の修正の方法を、説明していきたいと思います。よく生徒さんの質問でもあるんですが、例えばこれ副工房の本なんですけども、こういう本の中から作る場合に、こういうワンピースがあったとして、このモデルさんが着てるこのバランスで、自分も作りたいっていう時に、身長が明らかに、高い方とか身長がだいぶ低い、日本人の平均158と言われてるんですが、身長が145センチだとか、170センチ近くある方とか、そういう方には、この丈バランスっていうのがちょっと合わなくなってくるんですよね。そういう時の、まず寸法の出し方を説明してみようと思います。例えば、じゃあこのワンピースだったとしたら、このワンピースを着てるモデルさんのバランスがいいよという時には、このモデルさんの身長っていうのがここに書いてあります。だいたい本の後ろに、モデルさん身長何センチって書いてあるんですけど、このモデルさん、ゆえさんというモデルさんなんですが、身長が166センチ。で、もしご自分の身長が145センチだったとしたら、どのぐらいのバランスで、このワンピースができるかっていうと、この166割る145をしてみます。そうすると 1.14、 このぐらいまでちょっと計算機で出してもらって、これの出来上がり寸法60ページを見ると、とりあえず着丈が119センチ、丈が119センチになるので、これを119を 1.14 で割ると104センチになります。ということは 119-104 は15センチマイナス15センチにすると、このモデルさんが着てる感じの145センチの方がこの丈の感じで着るという寸法の設定が出てきます。で15センチ、あとはこの15センチをどこで小さくするかっていう、どこで短くするかっていう問題が出てくるんですけど、これはウエストが入っているかウエストが入ってないか、ただ A ラインだったり、ボックス状のストンとしたシルエットだったら裾で平行にカットしたらいいっていうことになるんですけど、ウエストが入ってウエストシェイプしていた場合っていうのはまたもうちょっと、修正の仕方が変わってきます。これはワンピースではないベストなんですけども、こういうふうにウエストがシェイプされているものに関しては、このウエスト位置までの寸法もこの割合で計算をして、ここでどのぐらい短くするかっていうのも考えると良いです。これでいくと、後ろからここまでの寸法が今 35.2
なのでそれを 1.14 で割ると31がここを4センチ短くすると、このバランスになるよっていうことになってきます。これはちょっとハイウエスト気味の寸法なので、短めになるんですが、あとこのものプラス好みも入ってきます。絶対こうというわけではなくて、でも私はこの部分はもうちょっと長い方がいいよとか、アームホールは小さい方がいいよとか、そういう部分で、カットするところが畳んできたり、伸ばしたりカットする部分が、変わってきます。今回、ちょうどこの、副工房で販売しているこのスリムラインベストっていうのの丈を4センチ短くしたいっていう方がいらっしゃったので、この4センチ短くする方法をやってみようと思います。身長をお聞きしたところ154センチっていうことだったので、副工房の型紙基本的には日本人の平均身長の158センチをもとにしているので、どこでどのぐらいカットするかっていうのを先ほどの計算で、計算をしてみたところ、ウエストからここからウエストまでのところで1センチ短くすると良いことになるので、このアームホールのところで1センチ短くして、あと丈で3センチ短くしていこうと思います。ただ型紙を平行カットするのではなく、畳みながら寸法を短く、丈を短くしていこうと思います。この型紙は前身ごろが2枚と後ろ身ごろはダーツが展開して、ここにダーツが取ってある1枚の後ろ身ごろ1枚の型紙になっていて、あと裏地がついています。こんな形で裏地がついていて見返しもあります。ちょっとこの型紙の難しいところが、前身ごろ見返しを取ったここの部分を、脇身ごろを合体させたこういう裏地に、表地にはダーツなんてないんですけど、裏地にはちょっとダーツが入っていて、形が違うけど合わせるとちょうどよくはなるんですけど、ちょっと形の違う、縫いやすく形を変えた型紙になってくるので、今回こういう型紙だと丈を短くする方法もちょっと分かりにくいかなと思って、これは動画でやってみようと思います。裏地はちょっと後で修正するとして、まず表地の修正をしていきます。先ほど言ったようにアームホールで1センチ、あとウエストから下で3センチほどカットしていきます。それではまずウエストから上の部分を切って畳んでいきます。アームホールの部分で切っていくんですが、カーブの安定しているところで切った方が形が変にならなくていいので、まず肩先からこのちょうど合い印ぐらい、肩先から8センチ下あたり、前身ごろも肩先から8センチ下あたりで、まずここに展開線を入れます。展開線を入れる時には必ずこの地の目、地の目があるんですけど、型紙には地の目と直角に線を入れます。どういうふうにして線を入れると一番やりやすいかというと、ここ、直角刺しで
こういうふうにしてもいいですが、まあ一番正確で簡単なのが地の目をこの線とこっちの線を合わせながら地の目で折るとここ直角になります。この位置、これでちょっと線を入れます。前身ごろも同じようにするんですけど、前身ごろ、地の目が延長してないとここ直角が出しにくいので、まず地の目を延長します。4と。で、肩先から8センチのところで直角に折ります。ウエストから上で展開する身ごろは、この2箇所になります。脇身ごろはここは入れる必要がないのでここで入れば。で次に、ウエストから下の部分を、展開していきます。だいたいウエスト線がここなんですが、ウエスト線の下4センチあたりで、これもまた地の目を地の目と直角に一度折ってから入れます。ここも、ウエストの一番のシェイプから4センチのところで地の目を直角に、これで線を入れます。で後ろ身ごろもウエストから4センチのところでこの地の目に対して直角に折って線を入れます。こんな形になりました。前端のこの部分が、直角でカーブもないものでしたら裾平行にカットしたらいいんですけど、ちょっとこの型紙こう見たら分かるように前の方がちょっと変わったというか、このカーブもう一度平行に上に上げてくるのは難しいので、畳むっていう方法でやっていきます。表身ごろに折りたたむ線を入れたら、次に裏地も同じ位置に線を入れていきます。ウエストの合い印で合わせると位置がよくわかるので、こう合わせてみて、写ってるこの位置を写します。アームホールの方が前身ごろに合わせて、このウエストから下の部分はこう脇身ごろに合わせてラインを引くと良いです。
れで切り開くではなく折りたたむところの印が一応全パーツにつきました。ちょっと確認した方がいいですね。同じ位置で展開すること、裏地も同じ位置で展開をしている。1箇所やり忘れると、寸法変わってきますので、裏地と表地は同じ位置で切り開くように、これで線が全て入りました。これでちょっと切って畳んでいきますね。先にどのぐらい、小さくするか、ここに平行線書いておきます。上で1センチ、ウエスト上で1センチ、ウエスト下で3センチ。それでは丈を、短くしていきます。まず最初に引いた線、上の線を切ります。これでウエストの上を1センチ畳みます。この地の目の位置でぴったり合うようにしてください。で、テープで貼ります。これも地の目はこの線ですので、この線で合うように合わせます。次にウエスト下3センチ短くします。ちょっと先に全部切ります。これで畳んでいきます。前身ごろも地の目前中心でやってるので、前中心で合わせます。ここで畳むことによってこの辺の角度がキープされるのと、縫い代がそのまま使えます。次、脇身ごろも地の目で合わせて畳みます。次、後ろ身ごろ。後ろ身ごろはこう地の目ここなんですが、ここで合わせて畳むとこの辺大幅にこうちょっとずれてきてしまうので、ダーツのところ一回真ん中で切ります。後ろ中心側はこう地の目で合わせます。次、こう脇側になる方はだいたい前脇のこのズレと同じぐらいなズレになるように合わせて、
今こう合わせると、このダーツもちょっと差が出てきてるんですけど、同じような差になってきてます。この部分どうするかというと、もう本当は延長に、平行に延長に線を描き直します。でこの脇もこの下の線に平行に描き直します。新しい線はこれ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 に対しての縫い代に変えておきます。で脇身ごろもここ平行にカットしておきます。この前中心側の方は、平行にカットするとここの縫い合わせがちょっと悪くなってしまうので、この差の真ん中あたりを通るようにウエストに向かってラインを引き直します。この前身ごろもこの差の真ん中を通るようにちょっとラインを引き直します。ウエストから下はこんな感じでするんですから、次ウエストから上、これも差の真ん中を通るようにラインを引き直します。ただここの、ウエストから下で3センチ畳んでるので、このV になったここからここまでの寸法がちょっと短くなってます。こっちは1センチ、こっちは3センチなので、本当はもうちょっと上げるといいかなと思うんですけども、この辺はまあバランスを見て、もし上げたかったら、ここから自然にこう上げるラインにしてくると良いです。この辺はもう好みでしてもらったら良いですね。これもとりあえずこれと差の真ん中を通るようにつなぎ直します。ここ上げるのは自由で上げたら良いです。あとポケットの位置が、このウエストから下短くなったので、もうちょっと平行に1センチとか上げといても良いと思います。それと同じ要領で後ろだと裏地も畳んでいきます。ここだいぶずれてくるんですけど、基本地の目で合わせます。これも真ん中を通るように修正をし直します。前身ごろとずれてる分は同じほどなので、前身ごろと同じような感じにラインを引き直すと良いです。
これで一応最後に縫い合わせだけ見ておきます。ここもぴったりつながります。脇もつながりますね。もしつながらないところが出てきたら自然につなぎ合わすようなラインに引き直すと良いです。大幅に寸法が違う時にはこう折りたたむ寸法が違うこともあるので、その辺は確認しながら畳んでいってください。そうですね、デザインによってどこで短くするかもちょっと変わってきたり、あと身長によって、変わってきたりする部分が出てくるので、最初の計算式ちょっと参考にしてもらって、どの辺でどのぐらい畳むとかどのぐらい、広げるっていうのを、考えてみてもらって、こういうふうに修正をしてもらえると体型に合った型紙が完成しますので、ちょっと面倒くさいんですけども、ちょっと工作みたいで楽しいなと思ってもらいながら修正してもらえたらいいなと思います。もし迷うところ、こんなデザインどういうふうにしたらいいかとか迷うところがあればYouTube でまた紹介できたらなとも思いますので、特に副工房の型紙であれば修正方法を説明しやすいので、またコメント欄に書いていただくと、こういうふうにちょっと修正方法をお知らせできますので、また書いてみてください。